こんにちは、アンナスです。今日はアイロンのかけ方を紹介しようと思います。結構過去にも何回か説明の動画上げてきたんですけども、ちょっと新たに撮り直そうかなと思って、ちょっとやってみようと思います。では手元の方にどうぞ。はい、ちょっと刺繍の仕上がってすぐみたいな作品がちょっと今なかったので、ちょっと過去の作品でちょっとシワがあるやつぐらいしかなかったんですけど、ちょっとこれをアイロンかけていきたいと思います。ちょっと今、ね、刺繍枠何回かはめて枠の型を作ってみたんですけど、あんまりですね、割と綺麗な方ですね。霧吹きでシャシャってやるんですけど、図案が残っててもいいです。霧吹きのお水でも消えるから。で、裏向けます。裏向けて、ちょっと画像では分かりづらいんですけど、こうちょっと上からまんべんなく薄く広く刺繍霧吹きをして、で、私はこのアイロンは結構もう最大やるんですけど、アイロンによってはティファールだったかなんか結構ね強くなる高温のやつとかがあって、すっごい高温になるやつとかあって焦げちゃうので、それはちょっとご自身のアイロンをいろいろ試してみて、中温とか低温とかがいいっていう場合はそれで設定してください。で、端からこうやってかけていきます。で、ただかけるだけだとここみたいにこうね、上から押さえつけるので、やっぱ水を含むと布ってちょっと縮むんですよね。洗濯の時と一緒で。で、そのままかけてしまうとこのシワがそのままになるから、こう反対の手でちょっと引っ張ってシワを伸ばしながらアイロンしていきます。で、横に引っ張ると横は伸びるんですけど縦が伸びないんで、こうやって引っ張ってあげないとダメですね。シワシワのままグッと押さえつけるとシワがそのまま残るだけです。だからちょっとこの多分刺繍が混み合ってるところ、こういうところってもう刺繍しながらやっぱりシワはできてしまうんでしょうがないんですけど、ある程度アイロンで伸ばせるので、だからといって刺繍の時にアイロンで伸ばせるからシワになってもいいやみたいなのはしないで、できるだけ刺繍する段階からシワは作らない方がいいんですけど、これだけロング&ショートとかこう混み合った刺繍が入っている場合はどうしてもねこのシワがちょっと残る。でも割と綺麗に伸びてますね。こんな感じ。こんな感じです。なんかフレンチノットとかが押しつぶされて嫌だっていう人は、刺繍アイロンし終わった後にフレンチノットを刺繍枠しないでそーっとやるっていうのも手ですけど、私はそこまでしないので、フレンチノットちょっと多少こう潰れてもいいかなっていうタイプです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。